はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーターミフ性能解説及びパーティー予想をやっていきます。ミフの性能が一部公開されて、どういったコンセプトのオペレーターか判明しましたよね。連携技で物理脆弱、必殺技でクラッシュ付与、戦技を連打して猛撃を発動と、管理人のような猛撃でダメージを出す物理アタッカーです。連携技や必殺技がコンボパーツになっていて、かなり面白そうなオペレーターなんでね、どんなパーティーが組めるか見ていきましょう。ただあくまで今回は現状出ている性能だけでパーティーを組んでいきます。詳しいダメージ倍率とかは度外視で話していきますんで、それでもいいよという方は最後まで見てってください。それでは行きましょう。それでは現状判明している性能を詳しく見ていきましょう。ミフは物理属性の前衛オペレーター、武器は体験です。通常攻撃は最大4段、敵に物理ダメージを与え、襲撃を発動すると SP を回復します。続いて戦技。ミフの戦技は最大3段の攻撃になっています。まず1段目を発動すると、ガントレットからワイヤーを出し、広範囲の敵を引き寄せます。まさかの集敵持ちです。しかも結構範囲が広そうで、映像の記念碑のこのステージ、4体ともまとめて引き寄せてますよね。ワンチャンギルベルタの戦技くらい範囲が広そう。ちなみに引き寄せられない大型の敵に対しては、ミフ自身がその敵に向かって移動します。これも便利そうですよね。そして1段目を発動した後に再度戦技を発動すると2段目につながります。2段目は猛撃効果を発動できます。管理人に次ぐ猛撃持ちが来ましたね。そして3段目。3段目は2段目の猛撃で消費するクラッシュが3つ以上の場合に発動できます。3段目は前方範囲にクラッシュを消費することなく高い猛撃タイプのダメージを与えます。で、この3段目のダメージなんですけど、戦技ダメージとも猛撃ダメージとも扱われないんですよね。例えば分かりやすいのが、リンク状態で3段目を打ってもダメージアップ効果が乗らないみたいな、多分そんな感じだと思います。ただアーツ強度を盛ることでしっかりとダメージを伸ばせるんで、通常の物理アタッカーみたいに育成すれば問題なくダメージは出るかなと思ってます。続いて連携技。連携技は敵のクラッシュ弾数が3になった時に発動可能。目標に物理ダメージを与え、物理脆弱を付与。さらにミフ自身にシールドを付与します。ミフの周りを覆ってる緑の球体がシールドですよね。このシールドはミフの素質効果で強力な中弾抵抗能力を獲得できます。このシールドがあるおかげで敵の攻撃が激しくても無理やり戦技をねじ込めます。そしてこの連携技を発動した後は戦技の2段目につながります。1段目の引き寄せをすっ飛ばして猛撃を発動できるということですね。ちなみにこの連携技のクールタイムはストップウォッチで測ってみたところ24秒ぐらいでした。結構長め。最後に必殺技。必殺技を発動すると敵を強制的に浮遊させ物理ダメージを与えます。その後戦技の2段目につながります。以上のことからミフの必殺技と連携技はあくまでもコンボパーツで、ダメージ源は戦技の猛撃だと分かりますね。クラッシュ2段階になったら必殺技を打ってクラッシュ3。条件を満たしたので連携技発動で物理脆弱。その後戦技の2段目3段目とつなげてダメージを出せます。連携技でシールドも獲得できるんで、割とご利用し性能が高めかも。そして素質効果に関しては、連携技でシールドを獲得できるということしか判明してません。スキル性能が強いだけに素質効果が何であれ強そうです。以上のことを踏まえてミフで組めるパーティーを見ていきましょう。まず予告番組で紹介されていた王道物理パーティー、ミフ、チェン、ポグラニチニク、エンバーですね。
チェンの戦技から連携技をつなげてクラッシュ2段階、ミフの必殺技でクラッシュ3段階。これでミフの連携技条件を満たせるんで、連携技で物理脆弱、そのまま戦技を3段目までつなげて大ダメージみたいに、簡単に火力を出したいならこの流れが強そう。 SP1 つあればクラッシュを3段まで貯められますし、そこでミフが被弾すればエンバーの連携技でクラッシュを4段階まで狙えます。あとはミフの猛撃でクラッシュを消費して使用した SP をポグラニチニクの連携技で回収と、メンバーの役割が綺麗にまとまっていて美しいパーティーです。それでは予告番組で見れる立ち回りを見ていきましょう。まずはミフの戦技で敵を1箇所にまとめて、そのまま2段目までつなげてクラッシュ1、被弾したことでエンバーの連携技、クラッシュが付与されたことでチェンの連携技が起動、これでクラッシュ3、ミフの連携技条件が満たされたので発動して物理脆弱、そのまま戦技の2段目につなげて猛撃と、これで敵を一掃してます。第2ウェーブでは戦技の2段目でクラッシュを3つ消費したので、戦技の3段目が発動できる状態になってます。3段目を発動してまとめて大ダメージ、ポグラニチニクとエンバー、ミフの必殺技を立て続けに発動してチェンの戦技と連携技でクラッシュ3、そこからの火力の出し方は同じですかね。ミフの連携技、戦技を2段3段と打って終了となります。特に忙しい操作もなくクリアはできてましたし、3段目の戦技が思ったより範囲が広くてちょっと驚いてます。こちらも予告番組で紹介されていたパーティー、ミフ、アケクリ、ロッシ、ポグラニチニクのダブルアタッカー編成。ロッシもアーツ付着とクラッシュが同時に付与されていれば完璧連携で一気にクラッシュを稼げますから、相性はいいでしょうね。ロッシュは戦技で染まる爪痕を敵に付与すれば受ける物理ダメージも上げてくれますから、なかなか強そう。開幕クラッシュと灼熱付着が付与された状態で始まってるんですけど、多分アケクリの戦技とロッシュの戦技を発動した後でしょうね。そのままロッシュの連携技で完璧連携、これでクラッシュ3、ミフの連携技で物理脆弱、アケクリとミフの必殺技を立て続けに発動して、そのままミフの戦技をつなげてフィニッシュです。猛撃がとんでもない火力を出すというのは管理人やダパンで経験済みですから、そこまで驚きはないんですけど、ミフはさらにそこから3段目の戦技につなげてダメージを伸ばせますからね、とてつもないことになりそうです。続いて1つ目に紹介したパーティーをより火力に尖らせた編成、ミフ、チェン、ポグラニチニク、リーフォンです。耐久のエンバーを抜いてリーフォンを採用したという形です。リーフォンを採用することで連携技のリンク状態、必殺技の高ダメージプラス転倒2回など、より効率的にクラッシュを貯められて、さらにリンク状態で火力も上がります。ローテーションはまずミフの戦技で終敵、リーフォンの戦技でまとめてクラッシュと物理脆弱、チェンの戦技と連携技でクラッシュ3、ミフの連携技でシールド獲得、そのままミフの戦技で猛撃とコンパクトにダメージを出していきます。ミフの戦技で終敵してからリーフォンで物理脆弱をばらまけるんで、雑魚敵が密集しているステージではとてつもないポテンシャルを発揮すると思います。続いて寒冷と物理のハイブリッド粉砕パーティー、ミフ、チェン、イボンヌ、ギルベルタです。粉砕のタイミングがかなり難しいですが、その分使ってて楽しそうですし、猛撃と粉砕が合わさってとんでもないダメージが出そうです。ローテーションはギルベルタの戦技で終敵プラス自然付着、イボンヌの戦技で凍結、ミフの重攻撃、ギルベルタの連携技とつなげていきます。この戦技で付与した凍結はギルベルタの連携技で砕いてしまいましょう。これでクラッシュ1、その後イボンヌの連携技を握りしめたままチェンの戦技でクラッシュ2、
すかさずイボンヌの連携技、素早くチェンの連携技とつなげてクラッシュ3。イボンヌの連携技が時間差で発動して凍結。あとはミフの連携から戦技とつなげて粉砕していきます。ちょっとね、実際に使ってないから分かりませんが、おそらくつながります。トリッキーなパーティーなんで人は選びそうですが楽しそうです。最後はゾアンとの共存パーティー。個人的にミフはゾアンと使えるものと思ってましたから、蓋を開けてみると物理属性でちょっと驚きましたね。なのでゾアンと無理やり組ましてみます。ミフ、ゾアン、ペリカ、チェンです。チェンで簡単にクラッシュを貯めれますし、ペリカの装備を荒野瞑想にすることで物理ダメージアップの恩恵をしっかりと受けられます。なのでガチガチの高難易度とか SP 管理が大事なボス戦とかじゃなければ使えると思います。ただSP はどないすんねんという問題はありますけどね。このパーティーはミフでもゾアンでもチェンでも SP を使いたいんですよ。なかなか現実的ではないかもしれませんが、ワンチャン使えそうなぐらいの感覚でお願いします。ローテーションはミフの戦技で終敵、そのまま2段目までつなげてクラッシュ1、チェンの戦技と連携技をつなげてクラッシュ3、あとはミフの重攻撃を絡めてペリカの連携技で感電。これで荒野瞑想のバフが乗るんで、ミフの連携技と戦技をぶつけていきます。あれゾアンはっていう感じですよね。タイミング的にはクラッシュが1つ付与されたタイミングで重攻撃を当ててペリカの感電。ここでチェンの戦技を打たずゾアンの戦技で感電消費みたいな動きでも大丈夫そう。クラッシュを1つ付与してからゾアンとミフどちらでダメージを出すか分岐するみたいな感じですかね。ビジュアルはメイン任務のつながりがあって激アツですが、使用感は悪そう。あくまでもネタパーティーになってしまいそうです。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターミフで組めるパーティー紹介でした。ミフ本人がゴリゴリのアタッカーなんで、やはり順当に物理パーティーで戦うのが強そうですよね。ロッシが実装された時みたいにどうやって使うんみたいなこともないです。今までは管理人やダパンを軸にして戦うしかなかった物理パーティーがもう一つ上のレベルに到達すると考えると、今まで物理を中心に使っていた人は引くべきでしょうね。皆さんはミフを引きますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。